鉄筋工房へようこそおいでくださいました。今回は、地震による家具の転倒を防止するため、ご覧のような突っ張り棒を取り付けてみたので、その設置過程動画をお届けします。これは、巷で販売されている、家具転倒防止伸縮棒、安いものを探したところ、2本セット、30% オフで、1296円。サイズはいろいろあるようで、体圧は 140kg だそうです。取り付け方には条件があるようで、正面から見て、左右両サイドに取り付けることと、家具の手前ではなく、奥の壁側に設置する必要があるようです。なぜ、壁の奥側に設置する必要があるのか、簡単な図解をしてみます。もし、家具が倒れるほどの強い地震が来た場合、ご覧の図の黄色い部分を支点として転倒します。この時、家具の上部は、ご覧のような軌道を描いて倒れます。家具の手前、ピンク色の軌道は、ほぼ真横に移動するので、ここに突っ張り棒を立てても、抑えきれずに倒れてしまいます。一方、壁の奥側、緑の軌道は、天井方向に向かう軌道なので、外れにくいことがわかります。ただし、天井が、薄いベニヤ板とか、石膏ボード単体だと、ぶち抜けてしまい、効果がなくなります。これは、市販の転倒防止伸縮棒の実験画像ですが、揺れの強度に耐えきれず、首根っこが折れてしまったり、壁から少し離れると、天井をぶち破ってしまう現象が発生します。これらの事象を踏まえると、首根っこが折れてしまわないように、できるだけ耐荷重が大きいもの。さらに、しっかりと突っ張れるよう、可能な限り壁側に設置することが求められます。そこで、見つけたのがこれ、建築資材の、構成図鑑。近くのコメリさんの中を、用もないのにふらふらとお散歩中に発見。どう見ても、転倒防止伸縮棒にしか見えません。ご覧のように、床が沈み込まないように、突っ張って支えてくれる、重要な建築資材です。耐荷重は、1トンから2トン。市販転倒防止伸縮棒の、10倍前後の強度があります。金属製以外でも、プラスチック製や、いろんな形状があるんですね。なんか、いろんなところに転用できそうな気がします。一旦帰って、必要な本数とサイズを確認、コメリカードを握りしめ、ご覧のものを購入してきました。構成図鑑、L タイプ。350から 530mm まで対応可能。合わせて、鉄棒むき出しでは寒い感じなので、ウレタンのパイプカバーも購入しました。2メートルで、128円なり。さて、この、構成図鑑、L タイプ。簡単に説明すると、こちら側は L 字になっており、傷がつかないように薄いゴムシートが貼り付いています。ちょっと埃がひどいですね。コメリさん、大丈夫か？反対側は、フラットな鉄板に、たくさんの穴ぼこ。画面左側のシャフトは、逆ネジになっており、中心の長いパイプを回すことによって、伸ばしたり、縮めたりすることができます。今回は、寝室のでっかい洋服ダンス、2竿。そして、キッチンの食器棚、1竿を、転倒しないように押さえ込んでみます。まずは、鉄板むき出しにならないように、天井壁紙と、同系色のマーメイド紙で、お化粧します。この、マーメイド紙、サブチャンネルで、自作した建築模型紹介動画を投稿していますが、模型の外壁などに使うため、いろんな種類のものを持っています。もう随分模型は作っていないので、チャンネル自体は休眠状態ですが、天井の色に近いもの、この中にあるかな？さらにもう一種類、一般的な壁紙も合わせてみます。ここ、寝室の天井。なんとなく、ピンクっぽいので、先にピンクのマーメイド紙と比較してみます。いやー、こや違うな。明るいクリーム色はどうだろか？これも違う。グレーは？全然違うわー。ライトグレーは？そこそこいけそうだけど。壁紙は？これで妥協するかな？キッチンの天井は、割と濃いグレーに見えます。グレーは？なんじゃこりゃ。むちゃ濃い。ライトグレーは？これですね。
カバー色が決まったので、天井側の金属板に貼り付けていきます。反対側は、タンスが2メートル以上あるので、ジャイアント馬場さんレベルの高身長の人が、背伸びしないと見えないので、そのまんまにしておきます。まずは、寝室の突っ張り棒から、裏のりがついていないので、両面テープを使ってみます。折り返しも、両面テープを使います。折り返しをきれいに収めるには、最初に四隅を内側中心に折り込み、その後4辺を折り込むと、きれいに仕上がりました。天井に当たる部分は、傷がつかないように、薄い梱包材をクッションとして貼り付けておきます。ここも、両面テープで軽く固定。1個目が完成しました。元の鞘に収めます。天井とタンスの間は、52センチ、この構成負荷は、53センチまで許容できますが、ギリギリなので、目いっぱい伸ばしておきます。さあ、残り4本、じゃんじゃんカバーを貼り付けます。ここから、梱包シートの貼り付け以外は、両面テープではなく、セロハンテープを使います。理由は、めんどくさいから。よくよく考えれば、天井に押し付けるので、がっちり紙を固定する必要はないんですよね。綺麗にできたでしょ？梱包シートのクッションは、テープで留めると外から見えてしまうので、ここだけは両面テープを使います。2本目の完成。寝室のタンスは2竿なので、突っ張り棒は4本必要ですが、高さが同じなので、なんとか1本で両方を支えて、本数を減らしたいと思います。3本目完成。次は、ライトグレーのマーメイド紙。キッチンの食器棚用、2本分です。同じ方法で、ちゃっちゃと作っていきます。最後の、1本。完成。全部で、5本。早速、取り付けてみます。寝室のタンス、右側から、パイプシャフトを右に回して、天井とタンスを突っ張ります。工具を使うと天井が抜けそうなので、手で締め付け。ストッパーのナットも、簡単には緩まないと思うので、手でギュッと締め付けるだけにします。結構頑丈に取り付けられるみたいです。アップで見ると、こんな感じ。最後、ピックアップ伸縮棒を、バカ棒代わりに使って距離を測定、パイプカバーを切断します。脚立のてっぺんに立ってます。膝、プルプルしてます。カットしたパイプカバーを取り付けて、1本目の完成。鉄棒むき出しよりも、あったかみがあるでしょ？ 2 本目は、タンス2竿を同時に固定。下の方、画面では見えていませんが、ちゃんと固定されているみたいです。寝室タンス、最後の1本。同じ要領で固定。まあまあがっちり、固定されているようです。全体を見ると、こんな感じ。次、キッチンの食器棚。ピントが合わなく、ごめんなさい。気持ち悪かったら、もういいよ。っていうまで、目を閉じててね。やってることは、寝室タンスと、同じ工程です。もういいよ。ピントが戻りました。最後の1本の、設置です。完成。
これ、どれだけの振動に耐えられるかわかりませんが、何もないよりは、多少は安心かな。最後までご視聴、ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。